皆様、本日はですね、こちらの絹ごし豆腐、こちらを使って豆腐グラタン作っていきたいと思います。では早速やっていきます。材料は鶏もも肉で1枚とブロッコリーは1房の半分ぐらいかな、6個ぐらいなんだけど、今回生のやつ買ったので冷凍とかの方が楽です。楽ちんで、マッシュルーム4つとしめじで、これパックの半分ぐらいですねに卵1個で、豆腐は1丁ですね。こちらで約2人前できます。じゃあまずこちらのお豆腐を水切りします。で、お豆腐はキッチンペーパーで2枚ぐらい使って包んで、で耐熱容器に入れて600ワットで2分ほどチンします。で、お次は鶏もも肉、こちらはちょっと小ぶりにカットしていきます。これくらいかな、1個結構ちっちゃめに。で、今回はホワイトソースの部分を豆腐を使ってやるので、すごいヘルシーになると思うので、で鶏肉こんな感じ。そしたらもう包丁使う作業は終了です。じゃあまずこちらのブロッコリーはお塩小さじ1杯ほど、もうないくらいかな、入れたお湯で軽く下茹でしときます。まあ1分ぐらいかな、入れときます。すいません、包丁の作業終わりって言ったけどマッシュルーム切ってなかった。マッシュルーム半分に切っときます。はい。で、お豆腐なんですけど、チンした後にもうちょっと水切りたいので、さらにこの上にちょっと重しを置いて5分ぐらいは放置しておきます。なのでこの作業がね、一番多分時間がかかるので、最初に豆腐の水切りはしてあげておいてください。はい。で、水切りは見てこんな感じで、同じジップロックコンテナなんですけども、重ねて上にお水を入れてこんな感じにしとけばね、重しになってお水が出やすいのでおすすめ。こんな感じで水切りしてあげてください。ブロッコリーも1分ほど茹でていい緑になりましたね。そしたらこちらお湯切ってちょっと常温で冷ましておきます。では鶏肉とか炒めておきます。バター 20g で、バターが軽く溶けてきたらまず鶏肉炒めておきます。で、一応ね、この後にトースターなりオーブンなりで焼くんですけれども、表面のねチーズだけ焼き色がついたらもう大丈夫ぐらいにするためにも、鶏肉とかにはこの段階でもしっかりめに火を通してあげておいてください。時短にもなるのでね。で、普通のねホワイトソースと違って今回お豆腐の代わりに使うので、やっぱちょっと淡白にはなりがちではあるので、この段階でちょっとしっかりめにね塩コショウなんでちょっと味はつけときます。で、7、8割方鶏肉に火が入ったら、ここでマッシュルームとしめじ、鶏肉にね中までしっかり火が入っておけば、キノコ類は正直大丈夫です。そんなに心配しなくても。はい。そしたらちょっと一旦火を弱火にして、塩コショウ、でちょっと隠し味がてらにここにちょっとだけお醤油一回しぐらい。はい、OK。 じゃあこれで具材の火入れは終了。じゃあちょっとホワイトソース代わりのね豆腐ソース作っていきたいと思います。ではこちら水切りしたいい感じのお豆腐、こちらボウルに入れて、で今回結構滑らかにしようかなと思ってるのでしっかり潰しちゃいます。じゃあこちら水切りしたお豆腐をもうしっかりと潰しちゃいます。でここに味付けしていきます。まずマヨを大さじ3杯ほどしっかりめに入れちゃいます。これで大さじ1、マヨ大さじ3にちょっとだけニンニク、2センチほどで、ここにコンソメ
キューブだったら1個ぐらいでいいんだけど、まあ小さじ1ぐらいですね。約卵1個、全卵です。塩コショウ少々、ちょっと塩多めぐらいで、こちらよく混ぜ合わせておきます。で卵とマヨネーズが入るとね、より滑らかになるので、水分が足されて、で最後隠し味のあごだし、これでコクとねちょっとした甘みを足します。こちら小さじ1かな、小さじ1杯。マヨネーズだけじゃないコクが追加されます。で最後によくかき混ぜ合わせたら、で結構滑らかになるまで、もうこんな感じね、ホットケーキミックス焼く前みたいな。こちらでホワイトソース完成なので、オーブン皿にね持っていきます。ではまず先ほどの豆腐ソースを最初に入れちゃいます。頭1杯分ぐらいは。でここに鶏肉とかマッシュルーム入れちゃいます。でここに出てる水分はちょっと水っぽくなるのを防ぐためにできるだけ入れないように。でここにもう一回ちょっとホワイトソースかけて、彩りきれいにする、ちょっと見やすくするためにブロッコリーはね最後の方に入れちゃいます。で一回ここでラザニアじゃないんだけど、まずチーズ入れて、でブロッコリー、そしたら最後にもう一回この豆腐ホワイトソースをちょっとかぶってもいいからかけて、で最後に全面的にチーズドンと。あとはこちらをオーブンなりトースターなり、もう火は通ってるので中で、豆腐とかは基本ね生でも食べれるものなので、こちらで上のチーズがこんがり焼けるまでしっかりと焼いていきたいと思います。ではこんな感じでいい感じにねチーズに焼き色がついてるので、実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。ちょっとでもじゃあこうちゃん、いや先にどうぞ。先いい？いい焦げ目ついてるし。じゃあいただきます。はい。思いのかトロトロだね。でちょっと卵も固まるからふわふわだよね。いただきます。熱いよ本当に。フーフーするんだ。どう？うまい。うまい。ちょっと私もいいね。めっちゃうまいよ。絶対やばいな。ちょっと待って。本当に美味しい。いただきます。豆腐グラタンのイメージ、これ絶対変わる。革命が起きてる。すごいこうちゃん。しっかり味がついてる。もう本当に多分豆腐って言わなかったら絶対分かんないと思う。マジで。これでいいわ。うまっ。すげえうまい。いやもうこれね隠し味が効いてる。ニンニクとこうちゃんがあごだし入れてくれたじゃん。これめっちゃ効いてるね。しっかり味してる。わ今まで豆腐グラタンで物足りないって思ってた方作ってみて。もう全然大丈夫だから。これもう自信持って言えるね。あと水切りやっぱちゃんとしてくれてるから、本当に豆腐料理は水切りは絶対した方がいいと思う。じゃないとダメだね。うまっ。もうトロトロの熱々でもう超うまい。あと滑らかになるまでちゃんとクリーム状にペーストされてるから、ほんとホワイトソースみたいな感じなんですよね。濃厚なホワイトソースみたいな感じ。もう豆腐じゃありえない。
感じの味になってます。マジでうまい。この料理だったら絶対頼むレベルで、単純にダイエットしてなくても食べたいぐらい美味しいです。やっぱ最後にこうちゃん隠し味であごだし入れたのマジで正解だと思う。正解だったね。うん、あとはちょっとだけだけどニンニクがねいいっすね、これだったらそんなにね口臭も気にならない程度だと思うし、すごくいいと思う。ちょっと和風寄りになってるんだよね。本当にちょっとね、うわもうキノコとかも最高に美味しいし、あとねやっぱこうちゃんがね最初に鶏肉下味して焼いてくれてるから鶏肉もめっちゃうまいっす。やっぱ具材にしっかりした味がついてるから濃厚に感じるんだろうね。だってキノコからめっちゃいい出汁が出る。本当に美味しい。これはマジでダイエット超頑張れるね。これはマジで。でも糖質制限とかダイエットしてる最中にこれ出されたらマジでポッてなるよ。食べ応えなさがゼロだもん。こっちということで本日はですね低糖質レシピ&高タンパクなんで、すごく筋トレ痩せ筋トレしてる人とかにもすごくいいと思うんですけど、そちらのね豆腐グラタンこうちゃんに作っていただいたんですけども、本当に革命起きてるレベルで、その豆腐グラタンってまず絶対気づかないと思います。最初食べた時に出したらなんだこのホワイトソースはっていう感じで、しかも罪悪感がゼロで食べられるっていうのはすごくいいと思うし、やっぱあとこうちゃんが作ってる時に説明してくれてたんですけども、水切りちゃんとしてあげたりとか、あと下味ちゃんとつけてあげるのと、あと隠し味でニンニク少々とあごだしだね、これ入れるだけで物足りなさがゼロになりますね。本当に濃厚ですごく美味しいね豆腐のホワイトソースみたいな感じになるので、ぜひ豆腐グラタンで一度ね物足りないなと思った方に作っていただきたいなっていうのもそうだし、初めて豆腐グラタン作る方はぜひ真似して、ね、作っていただきたいなと思います。ダイエットしてる方にねもしこれ料理出してあげたらもう本当にめっちゃ喜ぶと思います。あと普通にホワイトソース作るより簡単だからね。簡単なそう簡単なのに美味しいんで、すごいと思います。さすがこうちゃんだ。ありがとうございます。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。